こんにちは、京介です。今回ご紹介するのは1億2000万ドル超えの資産を抱えるヘッジファンドのマネージャーでありながら、ハリウッド映画、プロデューサー、ポーカープレイヤーなど様々な分野に活躍の場を広げているビル・パーキンスさんが書いた Die with Zero です。突然ですが皆さんはやりたいことを我慢してお金を節約していませんか？おそらく多くの人はそのような行動をしてるんじゃないかなというふうに思います。しかしこのようにやりたいことを先送りしていると、やりたいことをする前に体力がなくなってしまって、手元にお金だけが残ってしまって、使い道がないまま死んでしまうということになりかねないんですよね。それって絶対嫌ですよね。そこで大切なのが、自分が何をすれば幸せになるかを知り、その経験に惜しまずにお金を使うということなんですね。また人生の充実度を高めるためには、その時々にふさわしい経験をする必要があるんですね。どういうことかというと、よちよち歩きの時にイタリア旅行に行ってもあまりいい経験にはならないですし、フルマラソンを90歳の時にやるのはこれ現実的に不可能ですよね。私たちの人生は有限なんです。いつか終わりが来てしまうんですね。そこでこの有限な人生に対して貴重なエネルギーを使って、私たちは仕事をしてお金を生み出しているということなんですね。そう考えると、この生み出したお金を価値あることに使わなければいけないというふうに思えるのではないでしょうか。ここで本編に行く前にちょっとだけチャンネルの説明をさせてください。このチャンネルではライフスタイルに役立ちそうな本を選び解説をしていきます。本から学びを得るときには、皆さん自身の目的を設定するのが最も効率がいいんですけど、これをするのはなかなか難しいんですよね。そこでこのチャンネルでは架空の登場人物を設定して、その登場人物に合った目的を設定していきます。皆さんもその登場人物になりきることで、本から得られる知識が何倍にもなりますので、ぜひこの時間にお付き合いしていただければと思います。動画では登場人物と会話をしながらストーリーを展開していきます。最新の AI ボイスを使用しておりますが、たまにイントネーションがおかしかったりする点がありますが、その点はご容赦ください。皆さんの生活に役立つ動画配信をしていきたいと思います。いい動画だったなと思ってくれた方は、いいねとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは早速自己紹介をしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。名前はゆうきと申します。現在30歳です。よろしくお願いいたします。ゆうきさんはどのようなご職業をされているのでしょうか？はい。市役所で勤務をしております。親からも安定した職業にしなさいって言われたので、そうするとやっぱり市役所がいいのかなと思って就職しました。そうなんですね。ご家族はもうすぐ3人になるんですかね？はい。嬉しい反面、お金の心配も増えてきそうで、老後だってどうなるかわからないですし、そうですよね。今後やりたいこととかあるんですか？やりたいことはあんまり考えてないんですが、映画鑑賞とか読書は好きです。大学時代はよく国内旅行をしていたんですけど、あの時はすごく充実してました。いい思い出です。今は節約しなくちゃいけないので、旅行とか行ってる場合じゃないんですよね。なるほど。日本の賃金はなかなか上がらないですし、どうしても節約志向になってしまいますよね。そうですよね。今後はどんな人生になるかすごい不安ですが、死ぬ時には自分の人生は最高だったなというふうに思いたいですね。そうですよね。ゆうきさん、ご紹介ありがとうございました。それではゆうきさんの目的を最後に最高な人生だったと思えるようにするに設定いたしました。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物のゆうきさんの悩みに当てはめていき、どのようにしたらゆうきさんの悩みが解決し、目的を達成できるのかということについて、これから説明をしていきたいと思います。1つ目のポイントは、人生を経験に使うことの重要性を知るです。突然ですが、ゆうきさんにとって人生の目的とは何でしょうか？それは家族で幸せに暮らすことだと思います。素晴らしいですね。でも多くの人がお金を稼ぐこと自体が目的になってしまっていて、本来の目的を見失ってしまうことが多いということなんですね。確かにお金って大切ですしね。何をするにもお金は必要ですよ。確かに多くのものはお金がないと買えないですよね。しかし本書でも言ってるんですけど、多くの人は心配でお金を貯め続けてしまって、使い切らないままお亡くなりになってしまうんだということなんですね。突然大きな病気にかかってしまう可能性もありますし、いつ
なくなるかもわからないから、余分にお金を持っておきたいという気持ちはありますね。はい、多くの人がそのような心配を抱えてるんですね。しかし皆さん過剰に心配している傾向があるということなんです。本書ではこのようなことにならないように適切な時期に必要なお金を経験に変えましょうというふうに言ってるんですよ。経験ですか。お金もあったらいろいろ買いたいですけど、はい。物を買うこともあると思うんですけど、物を買った時の喜びっていうのは時間とともに薄れてしまうということなんですね。しかし経験は記録となって年を重ねても幸せを与え続けてくれるということなんです。なるほど。まあ株みたいにずっと配当を与えてくれるみたいな感じですかね。おっしゃる通りです。本書では経験は記憶の配当というふうに説明しております。おっしゃってることはわかるんですけど、それでもやっぱりお金は貯めておきたいですよね。何があるかわかりませんですし、最悪定年してからお金が十分にあったことを確認して、少しずつ使っていきたいですね。はい、多くの人がそのように考えるんですね。しかし若い時に使うお金の価値と70代で使う時のお金の価値っていうのは異なるんです。どういうことですか？はい。若い時にはいろいろなことを経験できても、年を取ってくると体力面とか健康面の問題からやれることが限られてくるということなんですね。なのでこの図のようにお金から経験に使うこの矢印っていうのが細くなってしまうということなんです。まあ、そうですね。はい。そして若い時に経験したことは株の配当のように記憶の配当として残り続けるんですね。なので若い時にいろいろなことを経験するためにお金を使った方がいいというふうに本書では言っております。もちろん理解はできますよ。しかしこれから子供もできますし、マイホームのことだって考えなくちゃいけないし、やりたいことがあるなんて贅沢なことは言えませんよ。皆さんもそのように悩むと思います。そこでポイントの2つ目です。それはやりたいことを5から10年ごとに書き出すです。やりたいことですか？でもいつまで生きるかもわからないしな。はい、そう思うのは普通なんですね。しかし本書では私たちは人生の時間を無限のように考えがちだというふうに言ってるんですよ。実際には限りがあるんですよね。なので人生を意識的にデザインしてより充実したものにする必要があるというふうに言ってるんですね。そのためにタイムバケットというのを作っていきます。タイムマーケット？何でしょうか、それは。はい、これは人生を5年または10年ごとに区切って、その中で死ぬまでにやりたいことをこのバケットの中に書いていくんです。え、でも今すぐに死ぬまでにやりたいことなんで完璧に書けませんよ。おっしゃる通りです。書く際には完璧を求めないで随時更新しながら進めることが大切なんだそうです。そうですか。しかしお金の問題もありますよ。やりたいことを書いたところで意味がないような気もするんですけど。まずは騙されたと思ってやりたいことを書いてみてください。その時にお金のことは考えないでください。え、そうなんですか？わかりました。とりあえず書くので時間をください。いかがでしょうか？書けました。いかがでしょうか？いろいろ書けましたね。書いてみていかがでしたか？はい。私は保守的なタイプなんで、そこまで思い切ったことは書いてないですけど、今考えてるのは、こんなところかなというふうに思います。35歳から49歳ぐらいは結構アクティブな感じですね。そうですね。確かに旅行とか登山とか、結構体力を使うものが多いかもですね。この本でも言ってるんですけど、年を取ってしまうとできないことが30代から50代ぐらいは結構出てくるんだそうです。今回の登山とかは年を取ってしまうとちょっと難しい可能性がありますよね。物事にはそれを最大限に楽しむ時期があるということなんですね。確かに、年を取ってから動けなくなってしまってからでは遅いですからね。3つ目のポイントはやりたいことをしたい時にお金を使うです。それができれば苦労はしないですけどね。そうですよね。ただ無計画で使うというわけではないんですね。まずは自分の資産の推移をシミュレーションしてあげる必要があるんです。シミュレーションですか。はい。ここではまず各年の収入を計算していきます。そして支出を計算していくんですね。35歳から40歳ではマイホームもご購入予定だと思うので、住宅ローンを入れてあげましょう。子供の学費ローンなども入れてください。そして計算できた収入から支出を引いてあげれば総資産の推移が分かってきます。
もしも死んだ時にお金が残ったら子供にあげたいと思ってるんですけど、それはどうすればいいでしょうか？はい、それは総資産を書いた後に計算していただければ大丈夫です。わかりました。はい、本書では子供にお金をあげるのは自分が死ぬ前に早い段階であげた方がいいというふうに説明しております。若い時にしかできない経験というものがたくさんありますし、その経験が後々記憶の配当として人生に役立つからですね。確かにそうですね。表が書けました。書いてみていかがでしたか？そうですね。総資産が老後に一番大きくなってますね。こうやって見ると、ちょっとほっとしてしまう反面、もったいないような気もしますね。そうなんです。多くの人はこの資産を使い切らずにお亡くなりになってしまうということなんですね。それではざっくりでいいので、タイムバケットで書いた項目に使うお金や他の支出を各年代に当てはめていってください。わかりました。結構時間がかかると思うので、しばらくお待ちください。書き終わりましたか？はい。支出を当てはめてみると、資産のピークはまだ老後に行くにつれて伸びていきますね。退職金が大きいからかもしれませんね。グラフを見てみると、50歳を超えたぐらいからもう少し支出を増やしてもいいかもしれませんね。あとは子供がいろいろな経験をするための費用を50歳ぐらいから少しずつ増やしていくといいかもしれません。わかりました。また書いてみます。書けました。思い切って50歳からの支出を増やしてみました。これを見ると資産のピークは退職金をもらうタイミングを除けば59歳ということですね。実は多くの人が資産が75歳くらいが最大になっちゃうということなんですね。そして使い切らないままお亡くなりになってしまうということなんです。そのためにもこの表を書いていただきました。書いてみていかがでしたか？ちょっと安心してる感じがします。子供にも早めにお金をあげるように書いたんですけど、それでも最終的にはこんな感じのグラフになりました。はい、このようにグラフを書いてみないと実際はわからないんですよね。今回書いていただいたタイムバケットは順次更新していいので、その際はまたこのグラフを更新してください。ありがとうございます。なんかこの表を見てると、もう少し若い間に何かいろいろな経験をしてみてもいいような気がしてきました。もう少しタイムバケットを更新しています。老後までの楽しみは取っとこうと思いましたが、そんなことはないんですね。はい、タイムバケットを書いたのはそのような理由もあったんですね。その時期にしか楽しめない思い出をご家族で作っていただき、素晴らしい経験をしていただければと思います。はい、本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？ゆうきさんの目的に当てはめてみることで、この本のポイントをしっかりと吸収できたのではないでしょうか。機会があればぜひ皆さんも応用してみてください。今回の丸1から丸3のポイントはこれでした。どれが役に立ったかをコメントしていただけると嬉しいです。これからもライフスタイルに関する内容について登場人物を設定して物語を話していきたいと思います。ビジネス版も別チャンネルで説明する予定なので、興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、お見逃しのないようにチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。